はいどうも、ポチです。依然として膠着状態が続く虎杖たちとはかりたち。未だに謎の多いはかりなんですが、少しずつ保守派と揉めた理由やその術式が明らかになってきました。ということで本日も155話の考察を行っていこうと思います。本動画は最新話までのネタバレを含みますのでご注意ください。また本日も21時から YouTube ライブを行いますので、お時間がある方はぜひ覗いてみてください。それでは早速やっていきましょう。レッツ領域展開。前回の154話でようやくはかりとの接触に成功した虎杖。早速はかりを仲間に引き入れるために話し合いが行われると思ったんですが、虎杖にはかりが口にしたのはまさかのセリフでした。どう考えてもエセ情報商材屋にしか聞こえない怪しいセリフを口にしたはかりなんですが、どうやらはかり自身がそうというわけではなく、人間のここで人生を変えてやろうと思う強い熱量を表現するための例え話だったみたいです。掛け事自体が好きというよりも、それに伴う人間の熱が好きだというはかり。意外な形ではかりがギャンブル好きな理由が明らかになったんですが、結局はかりの最終的な目的とは一体何なんでしょうか。何よりも人間の熱を愛しているというはかり。具体的にそのことが一体何につながるのかまではわからなかったんですが、どうやらはかりの目的は掛け試合の存在を公に認めさせて、日本中の熱を支配することみたいです。というのも現在の呪術規定では呪術の存在は公になっていないため、秘術師を観客にした呪術指導士の掛け試合はもちろん認められていません。しかし渋谷事変の影響で呪霊の存在が公になった今であれば、呪術規定の改変が予想されるんで、場合によっては掛け試合の存在を公に認めさせるチャンスになると考えているみたいです。この計画に必要な駒として虎杖を採用したいと考えているはかり。なぜはかりがそこまで熱に執着しているのかはわからないんですが、過去に何か原因があったりするんでしょうか。ある程度会話を続けたところで本題に入ろうとする虎杖。しかしそこで携帯に誰かからの不在着信がかかったことに気づいたはかりは、自然な流れで虎杖にとある質問をします。一見ただの雑談に聞こえるこの質問。虎杖は怪しまれないよう五条って誰と返したんですが、呪術師なのに五条悟の存在を知らないのは逆に怪しいということで、高専関係者であることがはかりにバレてしまいました。キララからの着信は異常事態の合図だと説明するはかり。着信を見てから虎杖にあの質問をしたことを考えると、大方予想がついてカマをかけていた可能性が高そうです。虎杖が高専関係者だと分かり襲いかかるはかり。ギャンブル好きかつコンプラに引っかかりそうな術式と言われていたことから、それにちなんだ術式だと思っていたんですが、どうやらそう単純なものではないみたいです。白黒なのではっきりとはわからないんですが、はかりの術式は電車の扉みたいなものが急に現れて対象を挟むような術式でした。ただ正直この術式はあそこまで五条や乙骨に評価されているとは考えづらいんで、もしかしたら数ある術式効果のうちの一つという可能性もあるかもしれません。乙骨に乗っている時は自分よりも強いと言わせるほどのはかりの実力。ここに関してはかなり気になっているんで、明日考察動画をアップしようかなと思っております。場面は変わってキララ VS 伏黒とパンダ。キララに近づくことができないことから膠着状態が続いているんですが、伏黒はこの状況をむしろ好都合と考えているみたいです。というのも伏黒とパンダの目的はあくまではかりと虎杖が話し合うために2人きりの時間をキープすることです。なのではかりの部下を排除し、キララと膠着状態に陥っているこの状況は十分目標を達成していると言えます。キララがはかりの元へ戻れば間違いなく逃げられてしまうことから、最も最善だと思われるこの対応。
はかりが仲間になるかどうかはほぼ完全に虎杖の今後の動きにかかっていることは間違いなさそうです。かつて夏油が起こした百鬼夜行の際に保守派と揉めたことによって停学になっているはかり。情報としてはただ揉めたとしか聞いていなかったんですが、その揉めた理由がようやく明らかになりました。呪術とはこうあるべきという偏った思想が根付いている保守派。その影響でいわゆる呪術らしい術式を好んでいることから、はかりの術式があまり受け入れられなかったみたいです。どうしても凝り固まった思想が面倒だなと感じてしまう保守派。そういえば直人はがっつり入テクと絡んだ術式だったと思うんですが、あれは御三家だったんでセーフという感じなんでしょうか。伏黒たちが高専側ではないという説明に全く耳を貸さないキララ。しかしそれは2人が高専の人間だからというだけではなく、キララなりの考察があるようです。現在高専を離れているはかりとキララなんですが、2人は五条悟が封印されたということを全く知りません。その影響で高専メンバーには五条悟がついていると思い込んでいるんで、高専から離れている自分たちを頼りに来るのかかなり疑っているみたいです。伏黒が弁明しても全く信じてくれないキララ。確かに五条悟のことを知っているのであれば、封印されることがどれだけありえないことなのかわからないでもないような気がします。前回に引き続き虎杖と伏黒たちがお互いにはかり合流へと動いていた155話。前回もお話した通り、はかりが仲間にならない流れはさすがにないと思うんで、最終的には仲間になると思います。また最後のコマでの伏黒のセリフや雰囲気からして、伏黒自身にも術式などに何か進展がある可能性は高そうです。なので伏黒が新しい技か式神を発動する、キララを説得する、キララの力を借りて全員ではかりを説得するという流れになるんじゃないでしょうか。もちろん伏黒がダットのみで何とかする可能性もあるんですが、はかりを仲間に入れたらいよいよ死滅回遊なんで、新技を披露する可能性は十分あると思います。来週からはまた一気に面白くなりそうなんで、今後の展開が非常に楽しみです。ということでいかがだったでしょうか。救済から始まったはかり編なんですが、意外と長くなりそうですよね。予想に反して決裂してしまったはかりと虎杖。このピリピリとした状況から一体どうやって和解をするのか、個人的には非常に気になるところです。それでは本日はここまでにしようと思います。ぜひチャンネル登録やグッドボタンも忘れなく。次の動画で会いましょう。バイバイ。